挟む感じ。蒸し揚げというかね。はい、じゃあここをかけてます。六本木にあります和食にワインの店、割烹小田島の小田島大輔と申します。今日はワインのペアリングで、料理とのペアリングで紹介したサンマの南蛮漬け、白味噌ヨーグルトがけを作ってみたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、まずはですね、ちょっと今旬の魚、今日はサンマなんですけれども、サンマを三枚おろしにしまして、これちょっと塩をして、ちょっとこういう風な形で水気を出すようなスタイル。で、ある程度水が出たら、今度お酢で洗うというイメージですね。お酢でサンマの塩を洗うことによって、より旨味をこう引き出すような感じ。これたっぷり例えばお酢につけて、しめ鯖とかは20分30分漬け込んでしめ鯖を作るというような感じなんですけど、今回の場合はこう軽くお酢で洗って流してください。お魚、極力脂が乗った魚がすごい美味しくなると思いますね。やはり揚げて南蛮漬けにして、さらに酸味のコクのあるソースかけますので、例えばイワシもそうですし、ブリでも面白いかもしれないです。1枚こうちょっと水気というかね、拭いてあげます。今日は2本使いますので、中骨ここあるんですけれども、今日は揚げますので、中骨抜かなくていいです。かなり細かい作業ですので、ここら辺は気にせずやってみてください。はい、じゃあ揚げますので、まず小麦粉につけます。小麦粉につけます。これちょっと1個、2個。中にちょっと香り付けで大葉を挟みたいので、縦に渡していただいて、つけください。もう半分に切っちゃった方がいいかな。こう切って、こうして、こうして、重ねちゃいましょう。挟む感じ。これもう一つ。こうして、こうして、半分。で挟む感じ。溶き卵につけてフライ。その時に卵を使わなくてもお水とちょっと小麦粉少しとろみつけたものだけでも十分衣まとわりつきますので、それでやっていただくとより無駄が出ないのかなと思いますね。これで調味液というか小麦粉ついたものを水で溶かしたものこのまましっかりたっぷりとパン粉を重ねて、もう一回しっかりちょっとつけてからパン粉をたっぷり。これでもしまたちょっと離れたりするのがね、念のためと思うんであれば、もう一回このつけてしっかりパン粉をやっても、ちょっとボリュームというかサイズは大きくなりますけど、しっかり上がるときに離れないと思いますね。はい、お店でやるとたっぷりの油なんですけれども、ご家庭の場合は小さいフライパンに少しちょっとひたひたになるぐらいの量の油を入れていただいて、それでこう中火か弱火ぐらいでこう何ですかね、少し浸し焼きみたいな感じでやっていただくと少ない油で揚げ物できますので、無駄が出ないと思いますし、あまりこうキッチン周りに油が飛ばないかなと思いますので、そろそろ入れて拭いたらもうこれでちょっと、これフライですけれども、今回もサンマは刺身でも召し上がれるようなサンマですので、そんなにしっかり揚げなくても表面のところが少しカリッと揚がるぐらいの感じで揚げても大丈夫だと思います。お肉とかでしたらね、しっかり中まで火通さなきゃいけないとかで結構
見極めが大変だと思いますけれども、お魚の場合はもうお刺身でも食べれるような脂の乗った美味しい魚を使ってますので、大体表面が上がるぐらいの時に揚げていただければよろしいかなと思います。逆にこう浸してる部分だけがちょっとこう焦げてくるというか、きつね色になってくるんです。逆に見やすくて、その時に裏返せばいいので、それまではあまりいじらずそっとしといて、じっくり、蒸し揚げというかね、火を通すようなイメージでやると形も崩れずいい感じに揚げられると思いますので、逆にたっぷりの油じゃない分そっちの方がやりやすいかなと思いますので、ぜひ試していただければと思いますね。である程度もうしっかりきれいに揚がってきているので、くっついてないですね、種が。はい。料理では生漬けの白味噌ヨーグルトがけってなってるんですけども、一応揚げたてを楽しみたいので、南蛮酢をそのまま上にちょっとかけるような感じでやればまたより簡単かなと思いますね。サンマをちょっと切りましょう。はい、じゃあこんな感じ。はい。ちょっと断面に大葉も入ってますのでよろしくお願いします。でそこに南蛮酢をかけていくんですけれども、南蛮酢はちょっと今油を揚げながらその横でちょっと温めてましたから、同じカップでかなり小さいカップ、お酢が2杯、お水が1杯、あとお醤油が1杯、砂糖が1杯、2111、それでちょっと温めていただくと少し甘酸っぱいようになります。お酢が苦手な方はちょっとお酢少なめでもいいですので、それをちょっとこう上にかけて、最初の時点でサンマにですね、お塩を振って酢で洗ってますので、この揚げたもの自体にはお塩かけなくて大丈夫です。ここであとはさらにコクと旨味を加えるために白いソース、ちょっとマヨネーズみたいなんですけどね、これはもう水切りヨーグルトに白味噌を混ぜただけのものですね。これ白味噌ヨーグルトって最近よく使ってるんですけども、マヨネーズと同じぐらいコクがあって、しかも酸も軽やかで、何しろこう脂質がないのでヘルシー、かけても全然問題ない。でこちらをこれはたっぷりかけてもね美味しいので、こうかけてこれがまたワインにも合いますので、ぜひ。またこの上にちょっと柚子を削ったりとか、いろいろ香りをつけてもいいですので、今回はこれでシンプルにできましたので、こちらの方をぜひ皆様お試しください。よろしくお願いします。おいしいですね。ちなみにこの特製のソースは割合はどれぐらいでやればいいですか？割合はだいたい3対1ぐらいですね。ヨーグルトが3に対して白味噌が1で、もうちょっと味噌のコクが欲しければ増やしていただければいいので、やはり白味噌が入ることによってかなり酸とコクのバランスが取れますので、お魚でもお肉でもまたサラダにも何でも合うので、ぜひ万能のソース、マヨネーズに代わるものとしてぜひ使っていただけると嬉しいかなと思いますね。うまいですね。はい、食感もすごい伝わってくるぐらいの、これはもうお酒も飲みたくなります。ちなみに今の季節だと今後だと魚はどういうのがいやお魚もう今もイワシもそうですし、もうブリみたいな大きい魚もいいですし、年中あるものにしたらちょっと中トロとかも面白いかもしれないですね。脂乗ってますので、もちろんもうお肉でも十分大丈夫だと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。